うちの定番です。とっても簡単な料理です。すっごい美味しいです。うまくできました。調味料を紹介します。青木さやかです。私がいつも使っている調味料をですね、ご紹介したいと思いますけれども、まず何しろ塩、この文字を使っています。千駄ヶ谷に原宿畑さんっていうお店があって、そちらの君ママっていう方に紹介いただいたんですけれども、もうおにぎりとかこれで作るととっても美味しくて、なんか味も深くって美味しいです。とっても天ぷらとかお刺身とかのお塩にもとってもいいと思います。でこのビーカーに入れて使ってます。もっといい使い方があるかもしれないけど、ちょっときめが粗いので、この猫と同じ色です。この猫と同じ色です。はい。で塩コショウ、これもすっごくよく使うんですけど、これは生活クラブさんで買った塩コショウですね。このままサラダとか、揚げ物とかにババって振りかけてもとっても美味しいですし、ステーキにこのまま振りかけてもとても、美味しいですね。これとにかく使いやすいものです。生活クラブさんのものでいうとこれは美味しいですよ。トマトケチャップとマヨネーズ、味が濃くてとても美味しいです。健康にも配慮したものです。それからお醤油はですね、この丸大豆醤油、これも、生活クラブさんのものなんですけれども、これを使う時もあるし、これと一緒に合わせてだし醤油、鎌田のだし醤油って言うんですけどね、よくありますけど、これを使っております。それからあんまりうちはソースって使わないんですけど、ミートソースとかにちょっと入れたりするんですけども、中濃ソース、太陽ソースを使っています。それから静岡の富士宮によく保護活動に行くんですけれども、動物の保護活動、この子たちも保護猫なんですけど、マルモさんとお店があって、そこの焼きそばソースさらっとしてとても、いいです。それからですね、ごま油、これは大島みゆきさん、森さん中の大島みゆきさんお土産でいただいたものなんですけど、この台湾のものなのかな、すごく美味しいです。これを買いに台湾に行ってみたいです。それから私は大好きなバター、生乳で作ったバター、これもさらっとしていてとても使いやすくて、パンに、なんかバターをいっぱいつけてパンを食べる、ております。とても美味しいです。それから、ピーナッツバター、有機のピーナッツバターですけれども、これも美味しいです。そして煮物をするときはこれを味の母っていうのをよく使っています。みりんとお酒が一緒になってるんですよね。これものすごく簡単に味が整えられるっていうんですかね。とっても使い勝手のいい、調味料です。以上です。うちの定番です。とっても簡単な料理です。煮卵を作ります。うちは卵の消費がすごく多くてですね、ちょっと安かったら2パック買ってきて、1パックは煮卵にしちゃって、でもう1パックをこういう器に入れて、この状態で冷蔵庫で保管しています。じゃあまずですね、茹でていきます。中を半熟にしたいので、多めのお湯に沸騰したところに卵を入れて6分半です。しっかりスマホで測るわけですね。もうこれは沸騰したと言ってもいいでしょう。じゃあ入れますよ。ここで割れないように、じゃあこれを煮卵を作っておくとですね、お弁当にも入れられますし、人が来た時に20個ぐらい煮卵を作って出しとくっていうのね、いいと思います。さあ全部入れ終わったから急いで、スマホが閉じてしまった。スタート。はい、これで今スタートしました。これ6分半ですね。6分半まで待つということです。じゃあこの間にですね、調味料の紹介をします。入れるものはですね、1対1対1で入れるんですけれども、お醤油1、めんつゆ1、薄めないやつねを1、それからお酒を1、1対1対1でタレを作るっていう感じです。でそこにニンニクのすりおろしを入れて、ニンニクのお味をつけるっていうような感じです。はい、ではこのタッパーウェアのですね、これもお塩1対1対1で入れればいいんです。何しろ卵
がそうですね、半分浸かるっていうぐらいでいいですかね。はい、で結構煮卵ってすぐにこう味がつくというか色がつくので、はい、これで1っていうことにしましょう。そしたらこの1、このお酒はですね、私神社に行くことが多いんですけれども、神社でいただいたお酒ですね。はい、すごくなんかいいですね。神社なんだろう。はい、これは1ということにしましょう。はい、でめんつゆ1対1対1です。はい、で味を見てください。味を見て何が足りないかなって自分で、考えてやってください。自分で考えてやってください。はい、これね、ちょっとなんか濃いような気がする。でもいいのか。ちょっとお酒入れようか。はい、ちょっと薄めました。はい、でここにこのニンニクのすりおろしを入れますね。おろしてあるものでいいんですけれども、チューブとかのちょっと今ないのでこれでやります。うちの食材はですね、すごいほとんど生活クラブさんで買うことが多いんですけども、3つぐらいでいいかな。ニンニクを好きな方はたくさん入れるっていうことでいいと思います。はい、じゃあこれを吸ってください。4分半経ちました。6分半。これはちょっとちゃんと死守しましょう。こんな感じでいいですかね。いいと思います。味を見ながら、やっちゃってください。はい。はい、6分半経ちました。6分半経ちましたよ。6分35秒になってしまいました。この揚げ方がですね、どんな揚げ方がいいのか分かりませんけれども、ちょっとこんな揚げ方にしますね。しますよ。早くするんだ。早くしないと固まってしまう。早く急ぐんだ。急げ。はい、これ卵取れましたらですね、冷水に、浸します。氷があるといいんですけれども、ちょっと今氷が作ってないものですから、はい、冷水にですね、冷たいお水にやるわけですね。シャワーも出ちゃう。冷水に取ります。はい、冷ましつつですね、もう触れるよって感じになったら、皮を剥いていきます。綺麗に剥けるといいですね。なかなかうまくいく時といかない時とあります。ポイントは大量のお湯っていう、お湯の量が多い方がやっぱりいいなと思いますね。はい、うまくいった。うまくいきました。でこれもこのまま入れます。ここに、はい、こういう感じにします。1個ずつね。この煮卵は娘が小さい頃からよく作っていて、この卵を剥くっていう作業を娘がやって一緒によく作ったなっていう感じですね。もう今なんか高校になってあんま何も手伝わなくなりましたけど、綺麗。これはちょっとお客さんを呼んでもいいぐらい綺麗にできたな。このタレっていうんですかねにはそんなにたくさんじゃなくても全然いけます。時々卵を回したり上と下を交換したりすれば味は相当しっかり染みますから、調味料は少なめでいいと思います。いろんなものが高くなってますから、できるだけ調味料も少なく作りたい。めんどくさくなってあんまり丁寧に剥かなくなってくるとやっぱ亀裂がほらもうほんと雑になって
はい。さあ出来上がりました。これはもうすぐ味がつくんですよ。私はですね、まず冷蔵庫にこのまま保存して冷たくなったらというか味がこうしっかり染みたら、食べるっていう感じにしてるんですけれども、でもこれつけて一番最初のやつは多分まだ10分ぐらいだと思うんですけれども、もうこれでも味しっかりついてますので、このままでも大丈夫です。はい、でこう蓋をしましてですね、でこのままこう冷蔵庫に入れておく。で食べたい時に1個ずつ取り出して食べるっていう感じです。すごく黄身もいい感じに半熟でうまくできました。いただきます。すっごい美味しいです。ちょっとつけて5分10分なのでもうちょっとつけた方がいいなっていう感じはしますけど、すごい美味しいです。これそうめんの上とかに半分に切って乗せてもいいですし、うちでは本当にこれは重宝しています。皆さんも作ってみてください。チャンネル登録お願いします。母との確執は30年に及びました。私が高校生の時から母が亡くなる直前まで